やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。2022年のアリエクスプレス3月末セールからこっち、新商品がバカスカ届いていて、レビューを聞く方も、話す方もちょっと疲れ気味になってると思う。今回も、新しくやってきたイヤホンの話をするんだけど、なんで今更 ZS5？今回紹介するのは、KZZS5 2021、ZS5 を知らない中華低価格イヤホンユーザーは、最近始めたやつか、潜りだと思っていい。この ZS5 は、2021年までの低価格イヤホンの方向性を決定づけた、すべての元凶にして、すごく革新的な一台にして、それ以上の曰くを抱える、まさに2010年代の中華イヤホンを代表するようなモデルだ。なんでそれを今引っ張り出してきたかって？そこら辺を踏まえつつ、発売から随分経った、2022年の視点で、現在の ZS5 を見直してみよう。まずは、発売当時の評価から、この ZS5、当時としては5000円以下で絶対に作れないと考えられていた、ハイブリッド型、4ドライバのイヤホンだ。この、価格帯に存在しないマルチドライバを発売する、という、価格破壊路線は、2020年の8ドライバイヤホン、ZAS や、12ドライバイヤホンの AST まで続いていくことになる。他社もこぞって低価格、マルチドライバ路線を突っ走る原因となり、まさに低価格市場の方向性を決めた、と言っても過言ではない一台だ。その構成は、当時の状況を色々と察することができる。樹脂製で、メタリックな塗装が施されたハウジング。これは有名な、高級イヤホンブランド、キャンプファイアの衣装を引っ張ってきたもので、当時色々と騒動になったんだけど、現在もしれっと発売され続けている。ここら辺の著作権のアウト側を突っ走ってるあたりが、いかにも2010年代中盤あたりの中華イヤホン、って感じがするな。現在、当時の付属ケーブルは残っていない。なぜなら、めちゃくちゃ表面摩擦が強く、ゴリゴリと信じられないタッチノイズを発するから、ZS5 と ZS6 は専用のカラーリングのケーブルが用意されるなど、かなり気合の入った商品だった。とはいえ、その品質は目に余るものがあり、フィルターが開封時にもげる、ノズルがもげる、本体が割れる、塗料が泡吹いてる、使ったら酸化でエッジの部分から塗料が剥げる、内部のドライバが最初から左右別々に死んでて、とんでもない音が出る。などなど、上げていけばキリがない。それだけ劣悪な組み立て品質は、まだ不慣れだった工場の経験の浅さと、それから、この ZS5 が爆発的に売れたせいで、生産体制が色々ガバガバになった、という理由があった。この頃の KZ の新商品は3ヶ月くらい有料ベータテストみたいなありさまだったな。あるいは、金払って参加する参加賞だけのロシアンルーレットだった。で、なんでそんなイヤホンが売れたんだって？音がいいからだよ。ZS5 は、当時、中国製のクローン BA が出始めで、現在より BA の単価が高い時期に、2台の BA を搭載した、非常に意欲的なモデルだった。さらに、6mm と 10mm のダイナミックドライバーを組み合わせ、価格の関係で高音域向けしか搭載できなかった、BA ドライバーを補ってる。この構成は、後に登場する ZS6 と、その各社フォローモデルからは、一気に見かけなくなっていった。BA ドライバーの価格に制約があった時期だからこそ、見かけられた構成だったんだな。ドライバ配置は、本体内に耳に対して水平に、6mm と 10mm のダイナミックドライバが配置される。ノズルに近いのは 10mm のダイナミックドライバで、6mm の方が補助的な役割みたいだ。当時の 10mm ドライバは、低音は力強く鳴らせるものの、中低音域以上の音色の輪郭が甘くなる、非常に特化したドライバだったので、この組み合わせだけでもかなり好ましい音色になった。BA ドライバの配置は、初期は、本体内に1発、ノズル内に1発、この初期型が、当時最も評価されたバランスの音色が出る ZS5 で、その後、ZS6 の発売とともに、BA が統合型に変更。この際、ノズル内に BA が2発配置される形になった。ZS6 との差を減らしてコストダウンした結果だと思う。ただ、この変更により、本来のバランスが失われ、後からレビューを見て買った人は、なんか刺さるんだけどこれと苦しむ結果になった。なお、ZS6 の方が刺さる。マジで KZ 歴代一番高音が突き刺さる。現在もおそらく、この統合型の BA が使われ続けているんだけど、BA 自体の工作精度が上がったためか、紹介料でも行われたのか、現在のモデルに関しては、この ZS5 に限らず、高音域の不快感は、中華イヤホン全体から一掃されてる状態だ。なので、今改めて ZS5 を聞いても、当時の問題は発生しない、というわけ。また、現行の ZS5 は、塗料、組み立て品質も改善している。また、オリジナル版のケーブルはすでに廃止されていて、現在は、黒い網ケーブルが付属する。取り回しが格段に良くなって、現行機とも問題なく戦える品質に変化しているぞ。
ZS5 の独特な形状は、初期型のケーブルと非常に相性が悪かった。初期型のケーブルは、ガイド部分に針金が入っていて、耳に尖った部分を押し付ける形になるからだ。現在もこの問題のある形状はさすがに変わってないんだけど、針金ではなく、ただのビニールチューブによる耳掛けになったので、装着感はだいぶマシになった。もう誰もあの地獄のような耳の痛みとは戦わなくていいんだな。というわけで、耐えきれない問題点は、すべて解消されている。いや、むしろ解消されないで5年以上売られてたらそれこそ偉いことなんだけど、何はともあれ、2022年に掴んでも、全く問題のないイヤホンになった、ということだ。現行機と比べても、ZS5 は異色だ。2台の異なるダイナミックドライバー、という土台は、最近ではめっきり発売されなくなっており、また、本来ハイブリッドの美味しいところであるはずの、4ドライバ構成から大きく斜め上にそれた恐竜的ドライバ数の進化の手前に位置する ZS5 は、各ドライバにしっかりと仕事が与えられた1台でもある。僕は、初期型の ZS5 しか持っていなかったので、今回はしっかりと、初めて現行型の、BA が変更になった ZS5 を聞くわけだ。音色について話していこうか。ZS5 は、6mm と 10mm のダイナミックドライバの、違和感のない接続と、そして、BA ドライバによる抜けの良い高音域が魅力になっている。また、同形状の金属製外装を持つ、ZS6 が発売された現在は、地味な存在に感じられるかもしれないけど、何気に、それぞれハウジングがアルミと、ハウジングの材質による、響きの違いを楽しめる存在でもある。現行の ZS5 は、ダイナミックドライバー、バランスドアマチュアドライバともに、この5年間で改良が加えられた、こっそり進化版、とでも言える存在となっているわけだ。現在聞いても、ZS5 の完成度は高い。しっかりと抜ける高音域、発売当時は、1台の BA では鋭さや粗さが出てしまうので、それを補うように配置された2台の BA だけど、現在は、それぞれ単発でもしっかりと仕事をこなすようになっているので、違和感、不快感、音色の刺さりなどもなく、高音域がしっかりと抜けた表現をこなしてくれる。ボーカル帯域も、10mm 単発ではどうしても引っ込みがちなところに、6mm のドライバーを組み合わせることで、違和感、減退感なく鳴らしてくれる。特にこの 6mm と 10mm の組み合わせ、という点は、低価格機のみならず結構見かけないものなので、今聞いても新鮮に感じるんじゃないかな。ベースに関しては、現行機に比べると案外あっさり。これは、現行モデルがどれもこれも、低音、特にサブベースを強調する、20磁気回路搭載タイプのダイナミックドライバーを採用するのに対し、ZS5 は通常タイプを搭載しているから、という点と、6mm のダイナミックドライバーとの強調なので、結果的に低音成分が少なめになってるから、と思われる。とはいえ、それは低音バカなブランドの中での話で、全体的には、高音、低音が強調された、ドンシャリバランスになっているぞ。発売当時のモデルに比べると、現行モデルの方が、高音の引き立ちが強い。これは、BA ドライバーの配置が変更になったから、という物理的な理由が強そう。最近は高音を力強く出力するイヤホンが有効なので、図らずも最近の流行に近づいてきてる、というわけだ。現在の KZ 系イヤホンと比べても、4台、すべて異なる役割を果たすドライバーの集合、というところからも、マルチドライバーの良さを再発見できる1台、という立ち位置になっている。低音側の表現は現行機からは聞き取れないものになっていて、ZS5 は ZS10 以降の KZ とは区別して考えるべき1台であり続けている。と僕は思う。それから、これは当時の未熟なドライバーから発生していた問題だと思うんだけど、特にボーカルや一部の金属音に粗さがあった、というところが、低価格とハイエンドを分ける、明確な境界線だったわけなんだけど、その部分に関しては、時間が解決していた。つまり、低価格ながらも、ZS5 はこっそりと進化してたわけだ。今の ZS5 は、キャラクター的な味付けは感じられるだろうけど、より高価なモデルを持っている人が、ハッとさせられる一台になってるんじゃないかな。そして、何より狂ってるのが値段だ。日本アマゾンでは、古いモデルは購入できなくなっている傾向があるんだけど、現在も、アリエクスプレスでは購入することができる。春先から始まった例のあれのせいで、2022年5月の日本は円安に見舞われているわけなんだけど、そんな円安なんて全く関係がないとばかりに、1600円握っていけばお釣りが返ってくる状況だ。灰色モデルがすでに欠品してるストアが多いので、本当に、ZS5 を手に入れられる最後のチャンスである可能性がある。しれっと再生産するかもしれないけど。そんなわけで、2022年に聞いても、新しさを感じられる ZS5。新しく作られた ZS5 の音色は、本当に新しい。中華5000円台が非常にハイレベルな戦いを続ける今、どうしても新機種だけでいっぱいになりがちだけど、
久しぶりに ZS5 を引っ張り出したら、初めてイヤホンを調べて買った時の何かを思い出せるかもしれないぞ。今こそおすすめだ。相変わらず長くつけてると耳痛くなるけどな。と、こんなところだな。すごく安くなってる ZS5 を見て、うっかり購入したわけなんだけど、新作を触った時と同じくらいの満足感があった。古い機種だから、と ZS5 をスルーしてる人も、最後の機会になるかもしれないし、ポチッと言っといてもいいかもしれないぞ。といったところで今回はここまで。